こんにちは、管理栄養士の中江里香です。今日は佐賀で採れた野菜をたくさん送っていただいたので、野菜が美味しく食べられるレシピを紹介したいと思います。まず作るのはきゅうりとトマトの浅漬けです。まずボウルに調味料を合わせておきます。私は浅漬けを作るとき白だしを使うことが多いんですが、簡単なのにとっても美味しくなるのでおすすめです。次はトマトを切ります。トマトはまず半分に切ってから包丁でヘタのところを三角に切り取ります。そしたら8等分のくし切りにしてから縦に半分に切ります。トマトにはリコピンという成分が豊富に含まれています。これはトマトの赤い色の元でもあって強い抗酸化作用を持っているのが特徴です。そのため動脈硬化や糖尿病などの生活習慣病やがんの予防に効果があると言われています。次はきゅうりです。きゅうりはヘタを取ったら乱切りにします。くるくると回転させながら断面に斜めに包丁を入れます。きゅうりは栄養がなさそうに思われがちですが、全く栄養を含まないわけではなくて、ビタミン C や高血圧に役立つカリウムを多く含みます。あとはざっくりと混ぜて出来上がりです。すぐでも食べられますが、一晩置くと味が馴染んで美味しくなります。トマトの程よい酸味ときゅうりの歯ごたえはとっても相性バッチリで食欲の進むメニューです。続いて、ナスと鶏肉のネギポン酢を作ります。ナスは縦半分に切ってから皮の方に包丁で斜めに切り込みを入れていきます。ナスもあまり栄養がなさそうに思われがちな野菜なんですが、実や皮の部分にはナスニンやクロロゲン酸というポリフェノール系の成分が含まれます。これらは抗酸化力が強いので、生活習慣病予防などアンチエイジングに役立ちます。次はネギを切ります。端っこの白い根元の部分にも抗菌作用や血栓を予防する作用のあるアリシンを豊富に含むので、なるべく端っこの方も捨てずに使うといいです。次は鶏肉を一口大に切っていきます。鶏肉は皮を下にしておくと切りやすいと思います。筋や脂肪の部分を取り除いておくと臭みが少なくなります。お肉からはみ出た皮の部分も取り除きます。次にお肉に調味料を絡めて下味をつけます。下味をつけておくことでお肉の臭みが取れるのと柔らかくなる効果があります。調味料が全体に絡んだら片栗粉をまぶします。そうしたらフライパンに油を引きます。今日は揚げ焼きをするので油は少し多めに、深さ1センチぐらいになるように油を引きます。そして最初に鶏肉を焼いていきます。身の方から焼くと身が縮んで形が崩れたりしてしまうので、あと皮が剥がれやすくなったりもするので、必ず皮の方から焼くようにするといいです。皮から焼くことで焼き色もきれいにつきやすいです。鶏肉が焼けたら取り出して油を切っておきます。次にナスも揚げ焼きにしていきます。ナスも最初は皮を下にして焼きます。最初に皮を油でコーティングすることで、ナスの紫色の成分が安定して色落ちしにくくなります。焼けたらお皿に盛り付けて、作っておいたネギダレをかけて出来上がりです。とっても美味しいのでぜひ作ってみてください。次はアスパラとレンコンの明太バターを作ります。アスパラガスは下側の1/3の1ぐらいは皮が硬いのでピーラーで取り除きます。ただ春の出始めのものだと結構柔らかいものが多いので、下側に3センチぐらい剥くだけでも大丈夫かもしれません。そうしたら食べやすい長さに斜めに切ります。
次はレンコンを切ります。皮を剥いてから縦半分に切って薄切りにします。太いレンコンの場合は食べやすい大きさになるようにさらに縦に半分に切ってから薄切りにするといいかなと思います。レンコンは変色を防ぐために酢水に 2,3 分浸します。次は玉ねぎを薄切りにします。明太子は皮を取り除きます。縦に包丁で切り込みを入れてから両側に開くようにしてから中身をそぎ取ります。そうしたら熱したフライパンにバターを入れて溶かします。バターが溶けたらアスパラ、レンコン、玉ねぎを入れて炒めます。鉄のフライパンを使う場合、レンコンに含まれるタンニンと鉄が反応してレンコンが黒く変色しやすくなってしまうので、レンコンを色よく仕上げるためには鉄製のフライパンは避けるのがおすすめです。野菜がしんなりとしたら明太子を入れて、明太子が白っぽくなるまで炒めます。最後に醤油を入れてさっと炒めたら出来上がりです。明太子の量や塩分によって味の濃さが結構変わってくるので、味見をしてから醤油の量を調節するといいと思います。というわけで今日は野菜が美味しい3品のレシピを紹介させていただきました。どれもとっても食欲の進む美味しいメニューなので、ぜひ作ってみていただけたら嬉しいです。というわけでご視聴いただきありがとうございました。